めちゃくちゃマッチョなんですよね。1550っていうのはメーカーの良心かなというふうにも思います。両手でやるとなんとか入りますけど、これちょっとなんか練習が必要かもしれないです。結構ゴージャスですね。この値段の車でバトルシフトついてるんですけれども、内装に明るい色があるとさらにちょっとこう開放感があるのかなっていう感じはします。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのは発売されたばかりのこちら、スズキのフロンクスです。クロスオーバーということなんですけれども、立体駐車場にも入るサイズということで、なんとお値段肉の250万円からというですね、驚異のプライスがつきました。内外装と使い勝手からご紹介していきたいと思います。それでは今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。プレミアムガラスコーティング白山50ダイヤモンドプラス。はい、まずですね、このギラギラのメタルがですね、スズキのこのロゴと合わさってかなりですねワイドな印象になっております。で、このメタルの挟んであるこのグリルのところもですね、非常に凝ったグリルのこの装飾が入りました。はい、こんな感じなんですけれども、わかりますかね。ちょっと立体的にですね、こうボコボコとした感じの造形が入っているんですよね。で、このボコボコとした造形に挟まれて、このメタルが余計にキュッと引き締まってるんですけれども、これがライトにまで続いているというですね、実は大きな一直線のユニットになっています。はい、ライトはですね、このようにボディのサイドにまではまり込むような、上下高はすごく細いんですけれども、こう結構ね横にボリュームの大きいものになっています。で、前にずっとつながっていて、これがライトね、またこっちまでつながっているというですね、結構ねボリュームの大きいですねユニットになっているっていうところが一つ面白いところかなと思います。で、このライトの光るユニットですね。このライトの光るところと、それからこのメタルパーツで結構ねこう反射するような強い光を持っているところはここにあって、そこに目が行きがちなんですけれども、さらにすごいのがこのボディのですね造形というか、めちゃくちゃマッチョなんですよね。すごいいろんなキャラクターラインを使っていて、ものすごくですね、もう中からこうね、風船に中から空気入れたみたいな感じでこうパンと張ったような感じの造形になっているっていうところがですね、デザインとして面白い部分かなと思います。はい、こうやって見ていただけると分かりやすいかなと思いますけれども、ここのボリュームすごくないですか。で、このボリューム自体がですね、すごく車の押し出し感っていうのをキャラ付けているなと思うんですけれども、このフロンクスなんですけれども、本当にですねこうマッスルな感じのね印象をすごく与えるんですよね。はい、じゃあですね、この上下に光る部分があるこのライト、どう光るのかっていうのをやってみたいと思います。はい、ライト点灯しています。右、左、はい、ハザードです。はい、といった感じで上ターンランプとポジション、それから下がライトになっています。一見ですね、このライトが分かれていることによって上が光るのかなっていうふうに思うんですけれども、ここでですねちゃんと光量を担保していて、ここもですね三眼の大きな瞳になっていますので、ここも存在感をですねすごくアピールする部分です。ですからこうライトの消灯時と点灯時で結構イメージがまたゴロッと変わってくるっていうですね、この陰と陽みたいな感じのキャラ付けとかも面白いかなと思います。はい、このポジションランプが光りますと、この3つの線がですね波のような表情も見せて、ここがまたですねメタルパーツと同化しているようにも見えて、すごく綺麗ですよね。はい、そしてその上部のきらびやかさとはまた一転してですね、下の方が割とこう樹脂っぽくて、ここもメカっぽさっていうのを表しているかなっていうふうに思います。だからフロンクスってこう一見ゴージャスな車に見えるんですけれども、カジュアルさっていうのを適度に表しているのは、こういうところのですねこうコントラストのつけ方のうまさかなと。これがねスズキのそのカジュアルのこう味付けの仕方、うまいところかなっていうふうにも思います。はい、ボンネットのところにもですね、このドアミラーにかけて非常に大きなキャラクターラインが入っていて、ここもね見応えのあるところですよね。ほら、ね、すごいですよね。ここのデザインがすっごいマッチョだなっていうふうに思いました。はい、それではサイドビューです。サイドビューを見ていただくと、このボディサイズいかにコンパクトかっていうのが分かっていただけると思いますけれども、デザインが非常にですね迫力ありますので、あんまり小さく見えないんですが、なんとですね1550ということで一般的な立体駐車場にも入るサイズです。これはですね
やっぱりすごい嬉しい、ね、この都会に住んでいるとですね、立体駐車場って本当に死活問題なので、このサイズ1550っていうのをメーカーの良心かなというふうにも思います。はい、という感じでですね、非常に伸びやかでしなやかなラインっていうのが特徴かなと思うんですよね。はい、さっき申し上げたこのライトからのラインっていうのがですね、すごく縦長感っていうのを強調しています。そしてこのドアのところにはですね、あんまりキャラクターラインを持ってこず、ここもですね流行の優しいデザインになっています。ボリューム感があるんですけれども、すごく上品っていうね、あんまりラインがたくさん入りすぎてると、最近なんかドアのところにねキャラクターラインあんまり入れませんけれども、なんでしょうね、膨らみっていうのに視界が分断されるんですかね。でこれがリアに向かってですね、また線がこのリアのフェンダーの上から現れていくっていうようなクロスオーバーのお手本のようなスタイルをとっています。はい、対してですね、ここもそのカジュアルさっていうのを表している部分なんですけれども、フェンダーアーチを結構ね大きく取ってます。でこれもねしっかりした樹脂形状になっていて、それがこのボディの下の方にもずっとつながって、リアのフェンダーアーチにつながっていくというような手法になってます。でここは間延びしないようにですね、ここにもシルバーカラーのですね樹脂を持ってくることによって質感を担保しているんですけれども、かなりですね横から見るとカジュアルに見えてくるというところがこの足元の演出にあるかなと思いました。今回のデザインで私が注目したのが、このマリアに向けてですね、このフロンクス結構クープスタイルをとっていて、しっかりとリアに向かってルーフが傾斜しているんですけれども、そのルーフラインの傾斜に合わせて結構ですねリアのウィンドウが小さいんですよね。でこれはですね後ほどインテリアでご覧いただきたいんですけれども、結構閉塞感が実はあります。この辺もですねどう判断するかなんですけれども、見た目にめちゃめちゃかっこいいんですけれども、ここが一つポイントになってくるかなっていうような感じはいたします。ショルダーまでのボリュームがすごく大きいのに対して、ここから上がですねものすごいシュリンクされているって、もう本当にスタイル重視みたいな感じでデザインに割り切ったなっていうところを感じさせるんですけれども、前にメインで2人乗って、後ろはちょっとエマージェンシー用みたいなですねディンクスカップルとかに向けてるのかなっていう感じもしますけれども、後ほどちょっと後ろにも乗り込みますので、そちらご注目いただけたらと思います。はい、というわけでですね、リアエンドから見るとめちゃめちゃかっこいいんですよね。で私は正直前2座しか普段使わないので、リアがですねこれだけシュリンクしていてもあんまり気にならないんですけれども、もしご家族、4人家族とかでメインユースしようという方はですね、お子さんとか奥さんとかね一緒にディーラーに行って、この後部座席の方にもかなりキャラが強いですので、座ってみてですね実際にどう感じるかっていうのをご家族のねインタビューした上でご購入いただいた方がいいのかなという感じもします。でもこの辺のボリュームはめっちゃかっこいいです。はい、それではリアビューです。リアもですねやはりルーフが傾斜しているので非常にスタイリッシュに見えますし、非常に凝縮感のあるクロスオーバースタイルを表しているかなというふうにも思います。程よく腰高でボリュームもありますので、後ろから見てもとてもかっこいいです。やっぱここですかね、すごいボリュームありますよね。めちゃくちゃお尻がブリってなっているっていう風に見えて、このリアのですね、ディフューザー形状っていうほどは切り立ては言いませんけれども、ちょっと空力のね形状があるように感じて、でそしてここにもですねこの樹脂の、ペイントされたね樹脂ですけれども、この樹脂のですねシルバーを持ってくることによってですね腰高感というかね、クロスカントリー感っていうのをすごく出していて、ワイルドな感じをすごく表しています。ですからやっぱりフロンクスのすごいカジュアルなんですよね。その高級すぎないカジュアルっていうところをこういうところで樹脂でうまくね表現させているっていうのが、リアになるとさらに強調されるかなという感じがします。そしてですよ、この価格帯の車に似合わない、似つかわしくない、いい意味でっていうのがこのライトなんですけれども、ライトつけてみます。はい、すでにですねブレーキ踏みながらエンジン始動しました。というわけでこんな感じです。今ブレーキを踏んだり離したりしています。はい、そして右左、はい、ハザードです。はい、といった感じでですね、非常に高級感がある LED のチューブのランプが使われています。このですね矢印のようなですね、この風呂、カタカナの風、まさかまさかですけど、この「フ」がですね、37みたいにね見えますけれども、これがこう矢印のように3つ入って、でこの真ん中がですね途切れることなく1本のチューブになっているという感じなんですね。でここにですねターンランプが入るというような感じです。でこの「フ」を3つ配置することによって、この LED が実質この長さで済んでいるっていう感じですよね。でここまでつなげなくてもいいってこともあって、こういうところは本当にですね小さい車の演出と、あとコストのバランスがうまいスズキならではのリアライトかなっていう感じがしますが、でもスズキの車が LED のチューブランプをこんな風に1本につなげてって思うと、
やっぱ250万すごいなっていうねそういうところも感じるわけですよ。ライトのユニットは高価ですからね。でまたここも同様なんですけれども、そのリアのですね、ルーフが傾斜している分ですね、リアのウィンドウがかなり寝た感じのデザインになってます。で意外とですねこの後方視認性は悪くなかったので、ここはですねドライブしながらお話ししていきたいなと思います。次の動画をお楽しみに。さあそれではラゲージスペース行きたいと思います。もちろん手動ではあるんですけれども、はいというわけで今日はですね、私この後出張なので結構しっかりと荷物が入っているので参考にしていただけるかなと思います。意外とそんなに広くないです。はい、っていうのもやっぱりね、この辺見ていただいたら分かるんですけれども、やっぱりこうボディのねこう端っこが三角になっているので、クーペのですねルーフラインの分、この辺はちょっと荷室を犠牲にしたかなっていう感じはします。なんですけれども、この深さも割とあって、私のパソコンバッグと、それからGoPro の入っているミシュランのいつもの袋、めちゃくちゃ愛用している袋と、それからコート、はい、そして、S サイズのリモアが入っています。機内持ち込みサイズです。でこれが入って、これぐらいの余裕っていう感じで、こういうねその三角のスペースになっているので、荷物の積載っていうのはこんなもんかなみたいなこんなもんでしょみたいな感じなんですけれども、これですね多分ね縦にも頑張れば無理か、入んないか車輪の分だから、リアのシート倒して、入れるしかないかなっていう感じもします。はい、荷物入れないとこんな感じで、この下はなるほど、さすがね、そうなるよねやっぱねっていう感じで、ちょっとこれでも難しいな。そうか、畳んでからやるのか。畳んでこうやって下に入れると、違う、いやこれ難しい。畳んで入れてもちょっとこれ片手でやってるから余計難しいんですけど、これどうすればいいんだ。これをこうするでしょ。そしてこれを入れたい時はこれをこことなんか上とこう干渉して、すごい難しいんですけど、ちょっとオーナーさんこれ工夫して綺麗に入るようにしてみてくださいね。なるほど入りました。両手でやるとなんとか入りますけど、これちょっとなんか練習が必要かもしれないです。なんかねちょっとパズルみたいな感じで入れ込まなければいけないですけれども、ここにですね2段階にできるこの仕切りがありますので、ここにですね乗せて上にすることもできるし、下に落としちゃってもうちょっと広くすることもできるというようなラゲッジです。下まで落とすと結構広いですよね。でこうすると立ててラゲッジも入ったりとか、こう立てて入ったりとかすると思うので、こうなるとたくさん荷物をもっと積めるんじゃないかなっていう感じもしました。こうやってみると本当十分ですね。さあそれではですねインテリア行きたいと思います。ドアパネルもそしてインテリアもですね結構ゴージャスです。でこのちょっとドラポジ見ていただいて分かる通りですね、そのシートのアジャスターも結構ね全席は後部までシートレールが長いのでアジャストができるっていうところがあるんですけれども、ちょっとここは思うところがあるので後でねゆっくりお話ししていきます。とりあえず乗りますね。はい、という感じでですね、ドアの内側、運転席、そして助手席周りとかなりですね装備がいいです。本当にね繰り返し言いますけど、この車がこの値段で買えるのかっていうね本当に思ってしまうぐらいです。でドアのパネルのところはですねちょっと樹脂であったりとかして、この辺はソフトパッドも入っていないんですけれども、しっかりこの辺がねソフトパッドも入っていて柔らかくできているっていうのもすごく質感こだわったんだろうなっていう感じがするんですよね。でカラーに関しては私がお借りしたのはですね、このチョコみたいなねベージュ小豆色みたいな感じの色と、このグレーねちょっと黒にも見えるような濃いグレーの組み合わせのカラーなんですけれども、こんな感じでちょっとですね男っぽい感じのね男っぽいって言ったらあれですけど、ちょっとクールな感じのインテリアになっているのが特徴かなっていうふうに思います。でそのですねこのチョコレート色ね、小豆色の濃いやつみたいな感じの色がですねドアのパネルの中にも入っていて、でちゃんとねツヤ黒の素材も使っていてすごい質感が高いです。でこれパールが細かくキラキラっと入っているタイプのですねツヤ黒のピアノブラックの塗装になっているので、ここもですねちょっと派手みがあるというかね見た目にですねちょっとキラキラしいというか、そういう感じの色になっているのと、それとここ同じ素材なんですけれども、この方が平面で面が大きいのでより黒が強調されているので違う素材を使っているように見えるっていうね、こういうところもあるのかなと思います。
はい、そして、運転席周りなんですけれども、はい、スターターがこうなっておりまして、賑やかだな結構賑やかなんですけれども、はい、何がすごいってここにですね、わかります？はい、ヘッドアップディスプレイがね出てくるんですよね。ということで結構ですね見た目ににぎにぎしいというか、割とこういろんななんていうのかな、最近どんどん高級車がボタンを排除していってこうミニマルな方向に行く中で、こうやっぱりねスズキって使いやすさとかですね、あとやっぱりユーザーの顔をしっかり見てるのかなって思うんですけれども、あまりにもボタンを排除させすぎず画面もいっぱい使って高級感を出してくるっていうですね、高級感の出し方っていう意味では違う手法をとってね、こういう風な演出にしているのかなっていう感じがします。とにかくこのですねヘッドアップディスプレイが出てくることによってメリットデメリットがあるので、これはねドライブ編でもお届けしていこうかなと思っています。そして大きなねディスプレイがありまして、ここの中のナビに関しては、昔からよくあるタイプの、使いやすいというかね使い慣れた感じのナビが入っているのと、それからこの中もですねこうメニューでいろいろ選んでいけるんですけれども、こんな風にアプリみたいにね気軽に使えるよっていうのもすごくいいところかなっていうふうにも思います。必要にして十分というかね、これ以上の機能はいらないんじゃないかなと思うぐらいなんですけれども、今回マイルドハイブリッドということで、こんな風にですねエネルギーフローが出てきます。で私試乗会に今回参加できなかったんですけれども、個別貸し出しでね対応していただいて、個人で撮影をしているんですが、でも結構みんなね試乗会の時は割と頑張って踏んじゃう、エンジンの性能を見るために頑張って踏んじゃう傾向にあるんですが、それでも結構ねしっかりといい燃費が出ているっていうのもこの 1.5 リッターのマイルドハイブリッドのね特徴かなと思います。でそのマイルドハイブリッドですのでエネルギーフローが出ていて、今ちょっと電力使ってるよみたいな感じの絵が見えるようにもなっています。エアコンの吹き出し口があるというような、ごくですね標準的な車のレイアウトにはなっているんですが、使いやすいんじゃないかなと思います。この車でこの値段っていう風に思うぐらい質感がいろいろ高いので、そういうところはですね十分に享受できるような内装のレイアウトになってるかなと思います。で助手席の前もねこんな風にちょっとこう、鋭角な装飾が入っていて、でここにこれ樹脂だ。これね革に見えて樹脂なんですけれども、あちらのレザー、合皮とこの樹脂がですね質感が合わせてあることによって、ほらねすごく落ち着きのあるですね空間になっているっていうのもポイントかなというふうに思います。はい、そして、ここに非接触充電がねあってねそれもすごいありがたいなっていうふうにも思いますね。そしてここに USB がこれね蓋があってねほこりが入らないようになってる、タイプ A ですけれどもこれがある。それからここにシガーソケットがあるというような形になってますね。そして非接触充電が下にちゃんとあると。でこれも角度がつけられていて、ブレーキ踏んだ時にパッとね滑り出たりとかしないような工夫もされています。ドリンクホルダーは横に2つ、そしてシフトのもね結構大きいものがしっかりとですねぐんとそびえ立っているというものになりますけれども、これもスカートを履かせていたりとかして非常にですねここも質感をねすごく気にしたのかなっていうところですよね。でちょっと個人的に私でもねこのシフトちょっとだけやっぱり個人的には納得いかないところがあって、これねストレート式なんですけれども、本当にストレート式なので引き下ろす時に M まで行っちゃうんですよいつも。で M まで行ってなんか走り出した時に一足からシフトアップしないのはなんでだろうと思ったら M のところに入っちゃってたっていうね。だからこう D のところで一回引っかかりつけて M の時はこう倒すとかね横に倒すとかそういうギミックにしてくれたらいいのになっていうふうにちょっと思ってしまいました。同じようなことをですね別の車で言った記憶スイフトでしたっけあるので、こうスズキのこの今の部品がこうなっているのかもしれないですけれども、ここはちょっとね一工夫あればユーザーが、もうちょっと気軽な気持ちでシフトをバッとねラフに操作しても走っていけるっていうところにつながっていると思うので、ここはねちょっと気をつけてもらいたいというか、ちょっと変更をお願いしたいかなっていう風に毎回思ってしまいます。で同時にですねここにパドルシフトがついてますね。この値段の車でパドルシフトついてるんですけれども、ここでですねちょっとマニュアルラークの操作をできたりとかするのも非常に面白い部分だと思いますので、右プラス左マイナスということでですねこういう使い方が好きな人はですね、これちょっとこうハンドルの裏までここまで回り込んでるみたいな感じなので、こう親指かけながらここで操作できるっていうのは結構簡単なんですけれども、そういうのもしていけばいいんじゃないかなと思います。
はい。で、あとは、まあ、モードがね、スポーツモードがあるということで、これを押すとですね、スポーツになりますが、これ押すとですね、メーターが可愛いです。見えました？ね、車がちょっとね、青空の中走っていくみたいな感じで、スポーツモードに変わります。はい、そしてですね、すごいなと思うのが電動のホールドがついています。で、オートホールドもついていて、電動ブレーキになっているので、ここもですね、ADAS との相性が非常にいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、そう、この車ですね、こんなに安い車なのに、ちゃんと、はい、運転支援系がついているっていうのが、いや、もう本当にね、スズキの車作りの良心というかね、メーカーの良心って本当に素晴らしいなと思うんですけれども、はい、こういうところもちゃんと考えられているというところがですね、安かろう悪かろうではない、本当に安い車でもいいものをお客様に届けようっていう気持ちがね、すごくギュッと凝縮されているのかなと思います。はい、そしてさらに見て、もうヒートシーターまでついちゃってるっていうね、これ230万ですよ、何回も言いますけど。どんだけ安いの？本当に日本の車ってどんだけ安いの？すごいですよね。感動しちゃいますよね。ということで、私もちょっと興奮気味でお伝えしておりますけれどもね、これでですね、230万の車でこれがついてくるけど、輸入車、高級輸入車になると、これ以上は言うまいみたいな感じなんですけれども、まあね、これぐらいいいものがついているとちょっと買いたくなりますよね。買いたくなる気持ちになると思います。はい、そしてこの中にちっちゃいグローブボックスというかね、ちょっと物入れがあるというような感じですね。でシートはこんな感じで結構しっかりと立ったですねルーミーなシートがついています。ふかふかなんですけれども、ここの使い勝手に関してはですね、運転の時にもお話ししていこうかなと思います。さあ、それではリアシートいきましょう。リアシートなんですけれども、私のちょっと三脚が入っちゃってましたね。はい、こんな感じです。結構ですね、しっかりと開口部がえぐってあるので、この車ですね、1550っていう立体駐車場にも入るようなサイズのクロスオーバーなんですけれども、しっかりとね、乗り込めるサイズ感っていうのが非常に嬉しいなと思いますが、開口部も大きいので乗り込みにストレスを感じなさそうです。乗ってみます。うわ、お尻高っ。ちょっとびっくりするぐらい前に比べてお尻高っ。頭ついちゃうんじゃないのっていうぐらいヒップポジションがめちゃくちゃ高いんですけど、びっくりです。はい、という感じですね。前方こんなにスペースがあって、これですね、撮影のために若干後ろに下げたドラポジなのにもかかわらず室内がめっちゃくちゃ広い。どないなってんのこれ、すごいですね。でリアのシートもですね、前方同様質感が十分に担保されています。後ろも全然気を抜いてないところがすごいし、ここ私評価ポイントだと思うんですけども、シートのバックがめっちゃ綺麗ですね。ファスナーもほとんど綺麗にですね、あんまり見えないように、はい、加工されてますし、すんごい綺麗に作ってるなっていうふうに思いました。ちょっとこれは感動ポイントだな。はい、ポケットもちゃんとあって、でここに何かポケットがあるとかいう機能はないんですけれども、非常に美しいです。これはすごいよく頑張りましたっていう感じです。本当にスズキってちっちゃい車作らせたら上手ですよね。で座ってみて意外とですね、このドアまでのショルダーの距離があるので、座っていてすごくゆとりを感じます。ただ上に対しての圧迫感はありますね。はい、実際に乗ってみるとこんな感じですね。めっちゃ広くないですか？でその分やっぱりちょっと屋根がねクーペ形状にスロープしてるっていうこともありまして、少しですね頭上のスペースはですね、なんでこんなお尻高いんだろう。前のショルダーラインがここに対してこんなにお尻が高いので、なんかちょっとですねお尻が上がってるような、カメラが傾いてるかのような感じるかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、普通にフラットにカメラもしてるんですけど、このヒップポジションの差すごいですよね。どれぐらい違うんだろう。だいぶ違います。だから前に乗ってて後ろ乗ったら結構びっくりしちゃう。ベンチみたいな感じです。その分視界はすごいいいです。で、はい、こんな感じなんですけれども、でしっかりゆったりとくつろげるシートになっています。でこのシート自体はそうですね、この膝の裏のところが合皮になってるので、ここはちょっと滑りやすいかなっていう感じがするんですよね。なんですけども、この布のところはちゃんとグリップがあって、程よく座っていてグリップが高いかなっていう感じもしています。でもこの外から見た感じを思うと、この広さでこんなにゆったりしていて、こんなに高級感があって、何回も言うけど230万でもうめっちゃいいんじゃないですか。すっごいいい選択肢なんじゃないですか。もう値段考えたら何もかもが OK になっちゃうっていう感じがして、ちょっと運転のね話はまた次の動画でお話ししていくんですけれども、大満足です。もうちょっと
明るい色があってもよかったかな。やっぱりね、窓がすごく小さいので、内装に明るい色があると、さらにちょっとこう開放感があるのかなっていう感じはします。自分で施工でこの効果、シラさん50。はい、というわけで今日はこちらスズキのフロンクスをお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。めちゃくちゃいいと思います。もう本当にですね、いろんなところがやっぱりコスト度外視で考えられているというか、作られているというかね、そのコストを超えていこうっていう開発陣の姿勢がまずもうね現れているんじゃないかなというふうにも思いました。皆さんもぜひタイミングがあれば販売店の方で試乗してみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。